はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は2026年後半の運勢を解説しようかなと思ったんですが、その前にこの夏をどう超えていくのかっていうところでとっても重要な星の動きがありますので、今回はこの7月、8月、9月に特化した内容でお届けしたいと思います。で、12星座共通の星の流れを解説した動画が別動画でしっかりこの夏の動きを解説した動画がありますので、ぜひそちらもご覧いただけると嬉しいです。そしてこの蟹座さん向けの動画の中では、この夏の全体運とお仕事の運と恋愛運と人間関係という4つのテーマに対して1つずつカードを引いてみたいと思います。少しね長くなってしまうかもしれないんですけど、タイムスタンプも残しておきますので、ぜひ最後まで見返していただけると嬉しいです。そしてコメントもいただけると嬉しいです。ではいきます。全体運からいきますね。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。全体運です。7月、8月、9月ですね。まずカップの4の逆、ソードの2、ペンタクルスの5の逆、マジシャン逆、ペンタクルス7の逆、女教皇ですね。そしてソードの3逆、はい、気をつけることは対策がペンタクルスのナイト逆とカップのナイトですね。そしてオラクルはカップの8です。なるほどね。はい、ちょっとまず星の補足からさせていただきたいんですが、やはり6月の30日以降っていうのは木星が獅子座に移動するということで、本当にこの1年お疲れ様でしたっていう感じなんですが、蟹座さんにとってはね終わりじゃないんですよ。全然終わりじゃないんです。いろんな面で人生が軌道修正された後に、ではここから自分らしく生きるってどういうことでしょうかっていうようなテーマが始まるんですね。これは2026年の7月、もうほぼ7月から2027年の7月まであります。なのでこの1年かけて本当に自分が価値あると思っているものとか、自分らしさとか自分の感覚っていうものを使って生きていくよっていうことが非常に試されます。で、もう少し広い目で見ると、やはり去年のね後半もちらちらとあったんですけれども、ご自身の人生というものが今少し揺さぶられている時なんですよね。本当に自分の生きる理想の生き方って何かなとか、じゃあその生き方を生きていくために何を努力していけるのかなとか、どんな責任を自分が背負ってでもそうしたいと思う世界があるのかなっていうことで、その夢と現実っていうものが非常に強くなんか強調されているようなタイミングなんですね。なので本当に夢を描いて、私はこうしたいんですっていうことでそのために頑張る人っていうのは、その努力とかプレッシャーとかも全部夢のためなので頑張れるわけです。でも迷ってる方にとってはこのままでいいのかなって思いながら、でも今の状況も悪くない、でも変わりたいみたいな、そのためのリスクやメリットみたいなのも多分一生懸命考えられるんだろうなと思うんですけど、そこでですよ。でこのテーマっていうのはまだあと2028年ぐらいまで続くので、ゆっくりと時間をかけて本当に自分が生きていきたい道っていうものを探っていくんですけれども、そこに向き合っていくんですけども、今年の後半から来年の前半のテーマとして言われているのは、最もその大事な自分自身で生きていくっていう上で、自分らしさとか自分の感覚、自分が大事にしたいものっていうものがすごく際立つんです。そこをいかに見つけられるかっていうのが本当に大事なポイントなんですね。でもこれは約1年かけてそれを見ていくわけですから、すぐにそれが見つからなくたって全然いいし、戸惑ったりとか迷ったりしたって全然いいわけです。でただこの夏7月8月9月っていうのはそれがとても強いと思います。でも強いって言っても嫌なわけじゃなくって、その導かれるように、やっぱり私はこれが好きなんだなとか、やっぱりこうしたいよねみたいなのが多分見えてくると思うんですね。でそれって一番大事なのは自分の内側から湧いてくる情熱だったりとか感覚に従うんですけれども、もしそれが今まで自分がやりたいことを抑えすぎていてなかなかそれが見つからないとかつながりにくいという方にとっては、もしかしたらお金のことを通してやっぱりもうちょっと稼ぎたいとか、いやお金じゃないんだこれをやりたいんだみたいな、金銭というものや自分が手にしていくっていうものを通して何か気づきがねあるかもしれません。
それがとても強いんです。特に、7月は水星がね蟹座で逆行しているということで、ちょっと自分の人生をあれこれ考える、あれこれいい面も嫌な面も、なんか自分好きな自分も嫌な自分もいろんなことを考えるんじゃないかなと思うんですが、決してこれは後退してるわけじゃないんです。いろんな自分を見ていくっていうことが起こるんですね、7月。これは全体的に12星座共通のところでも言ったんですけど、全体的にはめちゃくちゃ応援されてる時なので、応援されてるからこそ、いい流れに乗っていくからこそ、自分の中でいろんなことを感じるんだろうなと思いますし、ただ8月の11日以降は火星がね蟹座に入ってくるということで、蟹座さんはでもこの方向で頑張ろうかなっていう方向がおそらく見えてきたり、自分の中でこうやっていきたいと思うなんか目標だったりとか情熱っていうのがやっぱり出てくると思うんですね。動きたくなるとか。そしてでも8月は日食があります。でこの日食もやはり獅子座で起こるので、自分はどうしたいのっていうところがめちゃくちゃ強調されますので、それがやっぱり出てるなっていう感じがしました。まずやっぱりオラクルで言われているのがカップの8ということで、これはこれまでの価値判断が変わっていくよってことなんです。今まではこれが好きだった、これが良かった、でもこれを置いて本当の自分が満たされるものを探しに行くよっていうカードなんですね。なのでこの夏からそうなっていくんだなって感じがすごく出てます。なのでなんか今がもう最高に楽しいとかだったらそのままでいいじゃないですか。でも今も悪いわけじゃないけど、何かが足りないとか何かが満たされないっていう思いがあり、それが何なのかなっていうことを探しにその魂の旅に出るんだなっていう感じなんですよね。でこれはすぐに見つかると面白くないんですやっぱり魂の旅っていうのはいろんなことを経験して体験して、そのプロセスの中で気がついていく、見えてくるものがあるので、一直線にその目標に向かっていくっていうわけではないんですよね。なので少しご自身の価値っていうものを疑ってみたり、私って何もできないなみたいな感じで思ってみたり、どうせ今から変わるなんて無理だしとか、なんか自分の人生ってこういうもんでしょっていう風な、なんか諦めのような感覚もあるかもしれませんが、そういうことも考えさせられる、感じさせられるっていうのもまたポイントなんですよね。物事は全て陰陽で、自分が孤独を感じるとか寂しさとか虚しさを感じるからこそ人生の意義を見つけられるとか、今が楽しいと思えるみたいなのがあるので、そういうのをちゃんとこの1年でいいこともあったけどいろんなことも感じてご自身を見つめてこられたのかなっていう感じが出ています。そしてここからやっぱりマジシャンというカードが出ているんですが、でもまだ逆位置なので何かは始めようとしているけどもう少し様子を見ようみたいな感じかもしれません。これはおそらくですけど今年の 6月までの間に起こった出来事が、ようやく過ぎ去ったなとかようやく超えたなっていうところでやれやれと、ここからじゃあやっていきましょうかっていう段階なんじゃないかなと思うんですね。ただ何をって言った時に本当何から手をつけようかっていう感じかもしれません。自分のやりたいこと、勉強したいことをやっていくっていうふうになるのか、そうするのがいいのか、いやそれとも思い切って転職したいのか、いやそれとも思い切ってなんか家のこととかなんか親のこととかなんかそういうことに関して決断するのかみたいな、いろんななんか方向があってまだちょっと迷ってますね。そしてその後女教皇っていうカードが出ていて、この女教皇はめちゃくちゃ理性できちんと判断できるっていうカードなんですね。白でも黒でもどちらでもみたいな、何がいいのかちゃんと感情に揺さぶられずに考えられるし、自分にとってのベストが分かるよっていうカードなので、何か決断されるんじゃないでしょうか。メリットもデメリットも分かった上での決断っていうのをされていくんだろうなと思います、この2ヶ月以内に。そしてその後やっぱソードの3の逆が出てるので、少しそのご自身が決めた結果に対して決断に対してこれでよかったのかなっていうその心の脆さっていうのかな、そういうのもやっぱり感じるんだなとは思います。でもそれが人間なんですよね。そういうもんだと思います。でそういう自分の弱さだったり脆さだったりとか至らなさだったりとか、そういうものを感じながら、それでいて私は何なのかっていう自分が大事にしたいものや自分がこれだけは守っていきたいと思うものや、これを基準にこれからの人生を作っていきたいんだっていう思うものが見えてくるよってことなんですね。この夏の間はちょっとまだいろいろ手探りかもしれません。
なんか一番何か大きなその決断に特に8月がね日食って結構いろいろ揺さぶられるので、そのあたりにいろいろ感じるのかなと思うんですけど、でも本当の自分らしさってやっぱり自分の中のいろんな側面を見ないと見えてこないと思うんですよね。そんな気がします。で対策として言われているのはコートカードが2枚出てきてます。どちらもナイトです。ナイトっていうのは物事が動いていくよってことで、動くにあたってのサポーターが現れるよってことだと私は思ったんですね。でしかもこれは経済的なことなのか感情的なことなのか、両方においてのヒントがサポートがもらえますよっていうふうに出てるので、何かいいそのアドバイザーだったりとか相談先だったりがあるのかなって感じはしましたよ。できるだけでやっぱり穏便に物事を済ませたいって思うと思うんですけど、何か重要な決断をされる感じがするんですよね。それがこの夏の大きなテーマですね。その時のポイントは常識とかそういうのではなく、自分の内側から湧いてくる本当に自分が望む生き方は何なのか、自分らしさは何なのか、自分が大事にしたいものは何なのかっていうことを基準に進んでいくよっていうふうに言われてます。はい、そんな感じですね。ちょっとお仕事のこと見てみましょうか。仕事。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お仕事です。この夏の仕事。カップのキング、ワンドの三逆、節制、ストレングス、ソードの8逆、ソードの4、ワールド、カップの4とペンタクルスの3と反逆とオラクルはペンタクルスのページ逆ですね。なるほど。お仕事においては、星で見た時にはまずやっぱり自分の仕事や環境に対して揺さぶりが来る時なので、これまでと同じようにいかないなみたいな感じなんでしょう。何かが、時代が変わっていくとか環境においての変化が訪れやすい時なんですね。でもその中でも非常に金田さんよく頑張ってらっしゃるというか、貢献してらっしゃるなっていう感じがすごくしています。職場の中の誰かなのか上司なのか非常に理解してくださってるみたいで、応援してくださってるし、金田さんの存在ありがたく思ってる人がいるんだなって、だからこそ金田さんもそこに報おうというか貢献しようという気持ちがあるのか、とてもうまく頑張ってますね。めちゃくちゃ無理してそこにいるっていうよりを、ちゃんと自分がやるべきことや自分の役割っていうのを分かった上でやってて、ある程度ちょっと自由が利くとかそういう面でもうまくバランスが取れてるし、自分なりの貢献の仕方がとにかくできているっていう感じがあって、それがとても素晴らしいなと思いました。とても安定しています。なんか時代が変わろうとしていたとしても、自分の在り方に関してはブレずに存在していて貢献しているっていう姿が本当素晴らしいなって思いました。それすごくいいことだと思います。そしてこの夏なんですけども、少しねこのソードの8の逆っていうのがあるので、もしかしたらさっき言った自分の感覚っていうのがちょっと変わってくるかもしれないんですね、この夏以降に。その上で自分なんか周りの人のどうしようもない状況に対し自分がちょっと合わせなくちゃいけないとか、なんか仕方ないですよね、この状況でこれできるの私だけですからとか、なんかこの人を育てなければいけない職場の中で教えるってなった時には自分しかいないじゃないかとか、今まで自分は十分に自分の中でバランス取って貢献してきたのに、なんかさらに何かやるっていうのがちょっと解せないというか納得がいかないみたいな感じがあり、どうしようもない状況なのであればちょっと休もうかなとかちょっとできるだけ距離を置こうかなみたいな感じで思うかもしれませんし、あとはご自身の中でもこれだけはやるって決めていた最低限のルールというか会社の中で決めていたルールをちょっと見直そうかなみたいな、もうそこまでやらなくてもいいかなとかっていうふうに何かをやっぱりちょっと手放したくなってるんですよね。でちょっと置いときたくなってる。なのでちょっとまとめて有給を取らせていただきますとか、何か会社とはちょっと距離を取りたくなっているなって感じです。じゃあその後どうなのって言った時にいきなりワールドっていうのが出ているので、やっぱりすごくそこでは一時休止するからこそ見えてくるすごい良さなのか、そこでやっぱり
やっぱり自分の帰る場所はここだなとか、やっぱりこの仕事好きだなとかいうふうに出てくるんですけど、また出ましたね、ソードの8。ソードの8が2枚も出るっていうのは、ソードの8っていうのは本当にこう自分自身がなんか時間とか思いとか、ね、何かで拘束されているっていうカードなので、それを手放すっていうカードなんですね。だから会社の中のルールを手放すってどういうことって言ったら、例えば正社員だったらこうしてくださいよ、何時に出勤してくださいよとか、月何時間働いてねみたいなのがあるとしたら、その正社員を辞めて派遣社員とか契約社員、あとは自由にさせていただきますよっていうふうにするとか、とにかく何かしらの条件ですね、縛られていた条件というものを手放して、ちょっと距離を置いて自分なりに自分の世界を楽しんでいくよっていうような感じで、新しくなんか新たな会社とか仕事との向き合い方っていうのがあるなって感じがあります。これなんかまるで本当さっき言った会社員であればそういうふうにね、少し会社との条件を変えて関わっていくっていうふうに出る感じなんですけど、もしお仕事をご自身でされてますよっていう方もちょっと今までとは違うやり方にするんだなっていう感じです。自分を全部自分がやらないと回らないって思ってたのを誰かに任せるとか、少しちょっと、ね、距離を置いてこそ自分の世界が完成するっていうふうに言われてますね。で、気をつけることって言われているのがやっぱペンタクスの3の逆にカップのようなので、やっぱり誰かとの関係性においてはすり合わせなきゃいけないんだなって感じがします。新しい人が入ってその人に教えなきゃいけないとか、もしくは別の専門の人が入ってきたけどなんか噛み合いにくいなとか、自分の専門はこれなのに全然違う専門の人と話をしなきゃいけなくなったりとかっていうことで、ちょっと納得しにくい感じはあるんですけど、でもやっていきますよ。なんとかプロフェッショナルな人としてちゃんと向き合っていく。なのでお仕事として言うんだったら、今携わってる仕事っていうことだけじゃなくて、ご自身の人生においての仕事の役割、自分の人生においての仕事のパートですね。なんかどれぐらいが自分の人生において仕事がどれぐらいの割合を占めているのかっていう、その割合が変わったり、または仕事との向き合い方をここから変えていこうという新しい土壌を作っていこうみたいな感じがありますので、いい感じだと思います。これは星のままだし、そんな感じですね、この夏はね。はい、ということでちょっと仕事を置いといて恋愛を見てみましょうか。どなたかパートナーとか片思いでもいいんですけど、気になる方との関係性をまず見てみます。はい、じゃあ見てみますね。誰とのことを見るのでしょうか。まずソードの6の逆、ワンド9逆、吊るし人、ソードの4逆、ワンドエース逆、スターの逆、カップ3逆、ペンタクスの10逆、ワンド6逆。はい、可能性としてマジシャンが出てますね。誰かとの関係性においては今なんとなくあんまりスムーズに進んでるように感じないのかもしれません。お互いにね、なんかこうタイミングが合わないっていうか、一人はこんな風に遊びたいと思ってても、一人はいや今ちょっと仕事が忙しくてとか、なんかこう流れがお互いの持ってるこう人生の流れがなんとなくこううまく一緒に流れてないっていうかな、それぞれが流れているみたいな感じがするんですね。それが悪いわけじゃないんですけど、自然とうまく流れていたら自然とうまくいく感じがチャンスがたくさんあるんですけど、今それぞれになんか違う流れの中にいるっていう感じがしました。でその中で特に相手の方がですね、少し前になんかとにかくもう身動きが取れないというか、なんかうまくいかないなみたいな感じもあって、自分でもどうしていいかわからないみたいな感じがあったので、ちょっとその時っていうのは全てに対してちょっと否定的というかネガティブな感じがあって、患者さんに対してもなんか自分からの積極的な動きはないというか、保留みたいな形ですね。あえて積極的で関わろうとしてこないみたいな、それに対してどうしたのっていうことで患者さんからの声かけがあって、声かけしたら帰ってくるけど向こうから来ないみたいな、そういう感じがあったのかもしれないんですけど、患者さんが原因でじゃないんですよね。
それは相手の問題として、相手の置かれてる状況として、なんか今ちょっとそれどころじゃないんだみたいな感じだし、蟹座さんとは違う別の人間関係のことにおいて何か解消しなくちゃいけないとか、ちょっとクリアにしなきゃいけない問題があるから、もうそっちのことで頭がいっぱい、時間もいっぱいっていう感じなので、ちょっと放っておかれたみたいな感じもあるかもしれませんね。だけどそれでもね、やっぱりふと落ち着けば、ああ金津さんの存在ありがたいなってやっぱり相手は思うんですよね。ここでペンタクスの10が出ています。こんな感じでいつでも仲良く自分だけを見てくれて喜ばせてくれて楽しめるからいい相手っていうのではなく、それぞれがそれぞれの生活やなんか喜びや流れがあるけど、でもいざっていう時はやっぱり関わりたいよねとか、やっぱり安心できるよねっていうので、相手にとってはすごく信頼が増しています。でちょっと当たり前のようになってしまっているところがあれなんですけど、でも家族のような感じなんですよ。家族、例えば家族でもずっと仲良くてっていうよりも、それぞれの生活みたいなのがあって当たり前のように流れていって、もうそんなときめきもないわと思ってたとしても、やっぱり大事な人だよねっていうところで、相手からしたらすごく金瀬さんのことを思っている、大事に思ってる。そして金田さんもなんかこっちが働きかけるからうまくいってるだけで、向こうからの働きかけがないじゃないって思うかもしれないんですけど、でもそれでもいいんですよ。そういう時もあるよねっていう感じで、こっちから働きかけて大変だけど答えてくれるっていうのはそれだけ気持ちがあるってことですよねって感じがあるので、流れがちょっと違うけど、それぞれにちゃんとなんか思いはあるんだなっていう感じが出てます。そしてやっぱりここから蟹座さん自身がどうしていくっていうことを、決めていかなきゃいけないっていうのがあって、これは全体運のところでも、さっきのお仕事のところでもそうでしたけど、やっぱりその自分らしさってなんだろうとか、自分が大事にしたいものってなんだろうっていうところで、その相手にそれを押し付けられないし、相手がそれを理解してくれるかっていうのもまた別の話なんですけど、深い、ちょっとなんか変な話なんですけどね、蟹座さんってその特定の人との関係性だけが今強調されてるわけじゃなくて、どっちかっていうと親とか先祖とか家系とか、そういうなんかベースに流れているご縁っていうものがなんか非常につながろうとしてるし、それが特に7月なんですけど、その自分が理想の世界を生きるとか、自分の生き方に修正していけるようになんか応援されてるんですよね。見えないところでゆっくりとゆっくりと、なんかそっちのエネルギーが強いので、もし誰かとの関係性っていうふうに見ても、なんか自分の生き方だったり自分が大事にしたいものっていうものがしっかりあれば、そこからつないでいけるっていうのかな、紡いでいけるって感じがしました。はい、でここからまだまだ新しくやっていけますよ。マジシャンっていうカードが出てるので、全然なんかこれは別れとかそういうことではなく、フレッシュに向き合う、新たに向き合うみたいな感じのカードです。はい、そんな感じかな。ちょっともうちょっとだけ見てみましょうか。相手の気持ちね。なるほど。相手の方ってさっき言った何か蟹座さんとの関係以外のところで問題があるというか、身動きが取れない、そっちのことで精一杯って感じがあるので、これ以上何か問題を起こしたくないっていう思いがあって、なので蟹座さんからも嫌われたくないし、怒られたくないし、喧嘩したくないしみたいな感じがあるんですね。だからこそちょっと距離を置いてたって感じがあるので、大丈夫だよって、別に怒ってないよとか、そういう温かい感じで包んであげると相手はすごく安心するんだなって思いました。そして蟹座さんはやっぱり相手がどういう状況であれ相手のことを思ってるよっていうことで、恋に落ちるっていうカードが出てるんですけど、もう一回なんかときめきを思い出すというか、相手のいいとこ思い出す、もう一回楽しもうみたいな、そういうカードが出てるので、やっぱ気持ちはあるんだなって感じが非常に出てますね。そんな感じかな。ちょっとじゃあ人間関係全般で見てみます。これから出会いを求めてる人とかね、もしくは出会いだけじゃなくても関係性、人間関係においてのヒントをもらってみたいと思います。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。関係性です。ワールド、ワンドの9、ワンドの5、太陽、鳳凰、デビル、ジャッジメント、すごいね。
すごいですね。太陽からのなんかこのなんか並びが、もうドドドドドってダイヤル感出てますけど、そしてお月さんの逆と、ワンドの2の逆と、オラクルは節制の逆ですね。なるほどね。関係性において、本当に安心してください。金田さんのいいところを周りの人がたくさん知っているっていう感じがしました。ご自身でもこれまで人との付き合いとかね、関係性においてはとってもなんか気を使ってこられたと思いますし、自分なりにちゃんと誠実に向き合ってこられたと思うんですね。でそれがちゃんと生かされてますので、これまでの関係性とか、仲良くしたいなと思ってた人との関係性においては引き続きずっと仲良くしていけるよというのもあります。でもしここから新しい関係性を作っていきたいんだと、例えばなんかお見合いして誰かと知り合わないかなとかもそうだし、ビジネスパートナーでも誰かと一緒にやりたいなとかっていう思いがある方でしたら、ぜひ積極的につないでいってください。ご自身でなんかご自身ではまだそれが本当に到達できるとは想像していないみたいな感じがあるんですけど、でもかなりいいところまで手が届くぞって感じがするので、ご自身ではまだ太陽を疑ってるというか、太陽の光が私のところにも届くのって思ってるかもしれないんですけど、ちゃんと届いてますよね。ちゃんと漏れなく。なのでそれはとてもいいですし、とても精神的にも信頼できる人との関係性っていうのが出てきそうです。なのでとっても人間関係においては恩恵が強いですね。ただその後デビルっていうのも出てるので、なんかものすごくその相手のことが気に入ってその人のことにもう続行になるとか、その人のことばっかり考えちゃうみたいなこともあるかもしれないし、とてもいい関係があるからこそ自分の至らなさの方に目が向いちゃって、自分はふさわしくないなと思ってみたりとか、自分なんてまだもうダメだみたいな思ってみたりとかっていう、そういうなんか何か余計な思いに、余計な想念に縛られてしまう時もあるみたいなんですけど、でもそこからまた復活するっていうことで、やっぱり全体的なところで見たようなその自分らしさとか自分の価値っていうものを本当にしっかりと認識するためのちょっとした揺さぶりはあるんだなって感じがするんですね。で人間関係においてはめちゃくちゃいいからこそ、自分の人に対してのコンプレックスだったりとか、なんかそういうのも感じそうですけど、でも復活してますから大丈夫です。なのでなんかこの夏本当に出会いを求めてる人っていうのは願いが叶うって感じがするんですね。その代わりちょっと自分の弱さを見ないといけないですよ。自分のこんなに私は嫉妬深いところがあったとか、こんなに思いが執着心があるんですみたいな、そういうのも認めた上で関わっていくんですけど、でもちゃんと誰かとつながりそうな感じがあります。そして気をつけることとして言われているのはやっぱ素直になることですかね。このお月さんのが出てるっていうのは、お月さんっていうのはなんか心配してしまうとか、この先どうなるんだろうみたいな感じがあるんですけど、その心配は晴れますよっていうふうに言われてるんです。ちゃんと自然と時が来れば晴れてくるよっていうふうに言われてるのと、あと方法とかどうすればいいんだろう、こっちが正解、ああすればいいのみたいな、その選択で迷いそうなんですけど、どっちでも OK だと思っておいてください。自分が行くって言わなかったからダメなんじゃないかなとか、自分はこうするって決めなくちゃいけないんじゃないかと思うかもしれないんですけど、何かの決断をしていくにあたってはちょっとまだ準備ができてないみたいなんですね。なのでこの夏の中で別に方向をこっちっていうふうに決めなくてもいいよって感じがするんです。まだなんかちょっと少しなんでしょうね、整えなければならないことがあるって感じがあって、これがさっき言った変な話なんですけど、その家のこととか家計に関することっていうか、そういう親のこととか、そういうのをきちんとやってこそなんか整えられるみたいな感じがあるんですね。それ終わったらすっきりとなんか進んでいけるから、今この時点で無理やりなんか結論出したりとか、自分の立ち振る舞いというのかな、なんかそういうのを決めなくていいですよっていうふうに言われてるような気がしました。はい、いかがでしょうか。何か参考になりましたでしょうか。もし一つでも参考になったよという方はいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えていただけると嬉しいです。はい、ではちょっと、最後にもう一枚ね、この夏のオラクルカードを引いてみたいと思います。金田さん、はい、これかな。いいですね。このカードいかがでしょう。クリエーション、とっても明るい光が、何かが
やっぱ魂の表現っていうね感じですし、何か新しいことが始まるよっていうふうに言われてます。はい、ということで今回もありがとうございました。いい夏をお過ごしください。失礼します。